今やっぱり自分の考え、自分の思ったことっていうことを大事にするということがもう教育として小さい時から奨励されてます。で、これは悪いことじゃないんですよ。自分の思ったこと、自分の感じたこと、自分のやりたいこと、これをやるっていうことは人間にとってね、そんな幸せなことはないし、これは一番、誰かに先ほど言ったように強要されて、誰かに強制されてやるということは、これは苦しいじゃないですか。自分が自分でそれを喜んでやるっていうね。英語で言うとボランティアっていうんですけど、ボランタリーにやるっていうことがとても重要ですね。だけれど、今、このことが社会の中で生きづらさを生んでいるという現象が起きています。で、特に今言われているのは、今ね、発達障害とかいうことが言われているんですけど、自分は喜んで何かをやる。だけど、それが結果として周りの人に迷惑をかけているとかいうことがあったりします。例えばよ、迷惑系 YouTuber って言われる人がちょっと前に騒がれたりしましたよね。で、この迷惑系 YouTuber って言われる人たちは自分がやりたいと思うことをやるんですよ。だけど結果としてですよ。それいいじゃないかって言って、自分はいいと思ってやる。自分が自分の意思でやる。だけど、結果として周りに迷惑をかけてしまったり、周りに非常に何か損失をもたらしたりっていうことを繰り返していれば、当然その人は社会から排除されます。そうですよね。これ、犯罪を犯した人たち、ね、例えば殺人を犯した人たち、みんな自分が正しいと思ってやるんですよ。わかります？みんな自分が悪いことをやってると思ってないんですよ。だからやるんです。煽り運転。必ずね、煽り運転やって相手を追い詰めて、あいつがトロトロ走ってるからと、あいつがガンをつけてきた。必ず彼らにも理由があります。だからやったんだ。この間、東大の受験会場かなんかで、二人刺し殺しちゃったっていう事件があります。受験生をですよ。ね、勉強に来て今日試験受けようっていう人を刺し殺しちゃった。例えばそういうことが電車に放火をしたりって人もいますよね。彼らは自分が正しいと思って自分がやりたいことを遂行した結果なんですよ。だから気をつけていければいけないのは、自分がやりたいこと、自分が好きなこと、それ別に大いにいいんです。ただね、そのことが周りにとってやっぱり迷惑をかけてしまったり、周りにとってやっぱり危険を及ぼしたり、あるいはその人にとって危険を及ぼしたりっていうことが起きてしまったら、それはやっぱり困るわけですね。で、ここから子供、お母さん、親っていうことを考えてみてください。小さな子供たちは危険がわかりませんよね。だから子供たちは危ないものでも何でも興味を持って触ろうとするし、やろうとします。で、親が子供をちゃんと保護して守ってなければいけない時期があるんですよ。で、この時期に子供をほったらかしにするとどうなるかというと、子供たちはベランダから落ちてしまったり、やけどをしてしまったり、何かで大怪我をしてしまったり、そして一生傷を抱えたりとか、命を落としたりってこともある。だからお母さんは、あれをやっちゃいけない、これをやっちゃいけないっていうふうにして子供たちを守ろうとします。これ子供たちにとってストレスじゃないです？どうでしょう？小さい時にお父さんお母さんたちに夜更かしをしてはいけないとか、何をしてはいけないとかって言われたことが多分あると思うんですよ。で、それをなんでいけないんだって思ったことありません？好きなもの好きなように食べさせてくれよと。やりたいことやりたいようにやらせてくれよって。だけどやらせてもらえなかったってことがありますよね。でもそれは子供がやっぱりね、わからないからなんですよ。本人はやりたい。その気持ちはわかる。だけど、それを、できないということがその時はわからないんだけれども、結果として親がそうやって制限をかけてくれることによって自分が守られてたということは、後に大人になってわかることなんですよ。で、もう一個重要なことは、親が子供を育てていく過程で、子供がやりたいことがある。だけど、これは社会に迷惑をかけたり、本人も危なかったりということがあるので、
やめなさいって言って制限をかけなきゃいけない時ある。ね。で、この制限をかけるっていうことによって子供はどうなるかというと、自分はこうしたいんだ。だけどお母さんにダメって言われたんだ。お父さんにダメって言われたんだ。畜生なんで分かってくれないんだよお父さんお母さんって言って泣き叫ぶ。それは別にいいんです。だけど、徐々にそういう経験を通して、この子は自分が思ったことをやりたいことを必ずしもそれができるわけじゃないんだな。それができない時もあるんだな。それをやったら他の人に迷惑をかけてしまうんだなっていうことを、この葛藤を通して折り合いをつけて学んでいくんです。でも、ここで、この自分がやりたいこと、できないことがある。だけども、そのやりたいこと、できないことがあるっていうことを我慢することができない人はどうなるかというと、そこで反社会的な行動をとってしまうんですね。だから、もちろん、だんだん大人になっていくに従って、自分がやりたいことを、自分が思ったことを、自分が考えたことを、より巧みに、他の人に迷惑にかからないように、ね、自分も安全なように、他の人に危害を加えないように、やっていくっていうことができるだろうかということを、自分の置かれた状況とか、他の人に対しての影響とか、いろんなことを考えながら、これはやってもいい。これはやっちゃいけない。あるいはここまではやってもいい。こっから先やったら迷惑をかけてしまうということを、客観的に自分を眺めながら、自分の感情をコントロールしていく。自分の行動を、自分の言葉を管理していくことができるというのが成長です。で、今、これがね、自分がやりたいと思うことが、周りにダメだって言われることが多いとしたら、それは決してその人を苦しめようと思って周りが言ってるんじゃなくて、それはそれをすることによって周りに迷惑が及んだり、その人に危険が及んだりしてしまうことがあるので、ストップをかけられてるってことがあったりするんですよ。で、ここが理解できないとしたら、ここは理解できないとしたら、それが一つの障害と言われるものかもしれない。もしくはそこをちゃんと理解していくってことができなければ、社会と調和していくということができなくなっちゃうってことですね。ですからぜひここをね、学んでいくっていうことをしないといけません。で、これは私もいっぱい経験しました。なんでやっちゃダメなんだ？なんでやらせてくれないんだ？その時にはわからないんですよ。だから大いに反発しました。だけどダメなものをダメって一方的に押さえつけられて、なんでだって思ってたんですよね。で、自分の意見が通らないんだったら、ね、なんか自分なんかいてもしょうがないじゃないかとか、自分なんか、意味がないんじゃないかとか、いうふうに思うんですよ。でも今になると、それは違うということがわかります。ね。で、そういうことがだんだん分かっていかなければならない。で、本当に自分が取る行動というのが、周りの人を益するとか、誰にも迷惑をかけないっていう行動であれば、それを巧みにできるようにしていけばいいだけの話なんですね。で、ここはでもね、自分がやりたいことと、でもそれはやれないことっていうことを学習していって、そこでちゃんとバランスを取っていく。で、それが勉強ですよね。だから、つい、どうでしょう。一日生きてる中で、自分が何かをやろうと思ったら、なんかみんなに、やめろやめろって言われることが多いとしたら、これはやっぱり、みんなが意地悪で言ってるわけではないので、自分を振り返って、それをやっぱり反省していくっていうことをしなければいけないし、反省してそれが見えないんであれば、ちゃんと人に教えていただく。ディープラーニングしていくっていうことですよ。いっぱい失敗して、小さく失敗して、そしてディープラーニングしていかなければならないということです。で、最適化したその状況に合った最適な動き、最適な言葉、最適な、ことができれば、周りの人たちと調和して生きていくことができるっていうことですね。サボろうと思ってるわけじゃないの。一生懸命みんなを助けようと思ったり、一生懸命貢献しようと思って、頑張ってることが空回りしてしまうことが時々あったりしますよね。だから苦しいんですよ。みんなに迷惑をかけようと思ってるわけじゃないから。だけど結果としてそれが、行き過ぎてしまったりっていうことがある。で、もしそれが自分で判断できないんだったら、周りの人たち、ね、特に先輩とかに注意をしてもらって、自分はこれ合ってますか？大丈夫ですか？この感覚でいいですか？っていうのを聞いていく。それは決して恥なことじゃないんね。で、そうやって教えてもらうことによって、より周囲と調和して生きることができるっていうことです。で、覚えておいてもらいたいのは、周りに注意されることがある人であっても必ずいいところもあるんですよ。
ね。でも足りないところも、これみんな一緒です。私もそう。私のいいところもあると思うんだけど、足りないところもいっぱいあるんですよ。ね。だから、言うでしょ？例えばみんなに撮影終わった後に、大丈夫ですかこれは。皆さんわかりますか？通じなかったらこれは私が気持ちよく喋ってても、これは私がわからないように喋ってるから自分が反省しなければいけないと思って常にフィードバックを求めるんですよ。で、それはとても大事なことです。今でも私もやります。これで大丈夫でしょうかっていうことを自分のお師匠さんに聞くこともあるし、自分自身に問うこともあるし、ね、皆さんにも聞いて私これでいいでしょうかとかね、いうことをちゃんとコミュニケーションを取っていくってことですね。